どうも、あゆさゆです。今回の動画はこちら、フォートナイトレインボースマッシュを作ろう。改めまして、あゆさゆです。このチャンネルでは私、コスプレイヤーのあゆさあゆがいろんなものを作ったりするチャンネルです。更新頻度は高くないんですが、よろしければチャンネル登録をお願いします。今回の動画はこちら、フォートナイトレインボースマッシュを作ろう。大きい造形物作りたいなと思って、じゃあツルハシ作ろう。何作る？やっぱフォートナイトといえばこのラマちゃんでしょうということで、レインボースマッシュ作りました。スプラッタララの衣装で持つとハエって感じですね。コスプレの造形は他の人もだいたいポリエチレンや、ウレタンのボードを使ってると思うんですけど、ビート板とかお風呂マットとかビーチサンダルのソールとか、ああいう素材ですね。切ったり貼ったり熱を加えて曲げたり、使い方作り方次第ではいろんなものが作れるので、何でも作れるんじゃないかなと思ってます。前回の造形10日のタクショと同じサンペルカという素材で作ってます。このスポンジがこれになります。それでは作っていきましょう。最初に手書きのラフをもとにイラストレーターで側面の型紙を作り、大体の大きさを決めて、それをもとに方眼用紙で刈り込みをした後、ばらして型紙とします。まず最初は土台作り。サンペルカの 3mm に顔部分の 5mm を重ね、虹部分は 3mm で重ね、それぞれのパーツで高さに変化をつけてます。強度をつけるためにさらに 1cm のサンペルカに貼り付けます。ついに今回 G ボンドは缶で買いました。外周は全てのパーツを重ねてから切り出していきます。かなり重ねたので結構しっかりしています。今回箱組みという文字通り箱を作るような作り方で作っているのですが、断面を90度で切って箱を作ろうとすると、ボード自体の厚みが加わって型紙通りの寸法で進められないのと、何より断面が側面などから見えるのがあんまり好きじゃないんですね。なので断面にこのように角度をつけることによって綺麗な角にすることができます。正方形などは45度でいいのですが、今回上に向かって細くなる作りをしているので、削って刈り組みして調整して削ってひたすら削って、正直この作業が一番時間かかった気がするし、一番しんどかったです。やっと角度があって刈り組みもご覧の通りきっちりしました。次、モヒカン部分。5mm のサンペルカを 3mm でサンドイッチしたものをモヒカンの形に切り出していきます。これなんでサンドイッチ構造にしたかというと、ここの部分を見てください。上下表層の 3mm の層に切り込みを入れ、除光液を染み込ませると、表層の 3mm、切り込みを入れた部分のみ剥がすことができます。これでモヒカンのモールド部分を再現してます。モヒカンの毛流れも彫っていきます。角を丸く削ります。ヒートガンで熱を加えて表面の毛羽立ちを溶かして落ち着かせます。角度がバッチリ合った本体を組み立てていきます。鼻、側面もきちんと貼り付けていきます。この段階でモヒカン部分も貼り付けています。次は側面に回り込んだレインボー部分を作ります。養生テープを貼り付け、直接書き込んで型紙を作ります。3mm のサンペルカに移し、色分けの筋も彫り、本体に貼り付けます。ちょっとはみ出すように作っておいて、貼ってからつなぎ目は調整します。角を落としてヤスリで整えます。前髪を作っていきます。同じように角を落としてヤスリで整えます。
本体の角をも落として全体的に角に丸みをつけます。次、角。1センチのサンペルカを重ね、とにかく削ってやすって円錐を削り出します。当たり前なんですけど、めちゃくちゃ手が痛くなりました。螺旋のラインを書き込んで、とにかくここも削ってやすってヒートガンで鳴らして、またやすってヒートガンで鳴らす。これの繰り返しでやっと角ができました。背面の金のラインも虹に切り込みを入れ、除光液で剥がしたところに貼り付けていきます。口は実は3回作り直してます。口横の金具はアクセサリーパーツを使っています。次、ベルト。ここも養生テープで型紙を作り、3ミリを2枚重ねたもので作っていきます。斜めの切り込みを入れて曲げやすくフィットするようにします。内側5ミリに切り込みを入れ、また剥がしていきます。それを熱を加えて柔らかくしながら貼り付けることによって、剥がした真ん中が少しへこんでベルトのニュアンスが出ます。温めて柔らかくしながら貼り付ける。他の部分も熱を加えて柔らかくしてヘラなどを使って貼り付けていきます。側面も削ってやすって丸くします。顔部分の造形が大方終わりました。今回大きすぎて塗りの作業が大変っていうのと、とにかく収納に困るので分割できるようにしたいと思います。ここの部分で取り外しができるようにします。本体底面に塩ビの接続ソケットを埋め込んで、塩ビパイプとこのように接続分解できるようにします。内径2センチの塩ビパイプに3ミリのサンペルカを巻いて持ち手の部分を作ります。次、持ち手の装飾。重ねて削ってくるんで調整。小さい方もくるんで調整して重ねる。両方とも角を落として2つをくっつけます。大きい方を本体に接する面と本体底面にネオジム磁石を埋め込み、塩ビのソケットだけではなく磁石の力でもくっつくようにしてあります。ドーナツ2つを持ち手に接着してソケットを埋め込んだ本体底面を本体と接着します。次、車輪部分。これも重ねてくるんで調整して重ねてまた調整。角を丸くして同じように2つ作ります。本体に接着して車輪部分完成しました。はい、これで造形全部終わりました。めっちゃ大変だった。次、地獄の下地作業。はい、まず下地は G ボンドを薄め液でシャバシャバにしたものを2度塗りします。 G ボンドのゴムっぽい膜ができて塗料の食いつきが良くなり衝撃にも強くなります。ただめっちゃ臭いので必ず防毒マスクをして換気します。引火性もえげつないので火気厳禁です。その上に造形ベースを重ねます。水性なので特に換気も気にせずで大丈夫です。めっちゃ楽。だいたい6度塗りしてます。下地作業を手を抜くと後々の塗装の仕上がりが全然変わってくるので、もういいかなと思ってからおまけで1回塗るようにしてます。大きいし下地は計8度塗りしてるので土日2日間かかっちゃいました。めっちゃ疲れた。次、塗装。角や持ち手の金部分はガイアノーツのギルティングワックスを初めて使ったのですが、これがめちゃめちゃ発色が良くて驚きました。あとティーツリー系のいい匂いがしてあんま良くないんですけど、すごい嗅いじゃいました。他の部分は基本的にリキテックスを使っています。持ち手の部分もスポンジで塗っています。塗り重ねてピンクとミントが重なる部分はスポンジで2色をぼかしてグラデーションにしてます。
車輪部分などは筆を使って塗っています。一度塗りだとこれくらい筆ムラができてしまうのですが、4度塗りでこれくらいフラットな塗装になります。筆跡が残ると完成度がかなり下がるので、筆跡を残さないように気をつけてます。車輪のエッジにハイライトを入れ、スポンジでぼかしてニュアンスを加えます。一色でも可愛いですが、こうやってニュアンスを入れるのが個人的に好きです。一番楽しい本体顔部分の塗装に入っていきます。リキテックスのライトブルーで塗ったのですが、ちょっと色が薄かったのであんまりしたくなかったんですが、混色して色を作りました。途中でなくなってしまって作り直すと色ブレが起きるので、余らすくらいの感覚で多めに色を作りました。ここも4度塗りしています。モヒカン部分も4度塗りしています。次、エアブラシ作業です。パレホというアクリルカラーを使っています。一段濃い色でシャドウを吹きつけて、明るい色でハイライトも吹きつけます。パレホは主成分が水なので匂いも少なくてかなり推し塗料です。匂いも少ないというか、独特な甘い匂いがしていい匂いです。エアブラシをすることによってぐっと完成度が高くなった気がします。虹部分は筆で塗ります。ここもそれぞれ4度塗りしてます。色が入ると虹部分めっちゃ可愛くなりました。ベルト部分は色的にムラになったので何度塗りしたか正直覚えてないです。際にハイライトをドライブラシで入れて色あせた革風にしています。金具部分も塗って9割の塗装が終わりました。完全に乾燥させてマスキングテープを剥がしていきます。この作業が一番楽しいですね。マステを剥がしてたら下地が十分でなかった部分があったようで、塗装がマステに持ってかれてしまいました。なので多めに作っておいた本体カラーで修正します。塗り残し、はみ出しなども直していきます。次、虹部分にラメを塗っていきます。虹部分ラメを塗るとかなり可愛くなりました。次、目。これは本当に一番気を使いました。左右のバランスを見ながら微調整を重ねて、できるだけ左右差がないようにしました。これで全ての塗装が終わりました。次はトップコートです。造形トップをツヤをつけたい部分に塗っていきます。顔以外はツヤツヤにしています。顔部分はツヤツヤにしたくなかったので、ツヤ調整剤で調整してセミマットな仕上がりにしています。同じ造形内でもこうやってパーツによって質感を変えるのが好きです。最後にバラバラだったパーツを接着していきます。角、耳、目。にっこりラマちゃんとはお別れです。顔ができました。背面の金属パーツも貼り付けてやっと完成です。はい、無事に完成しました。レインボースマッシュ。いや、かわいい。めっちゃかわいい。で、制作期間なんですけど、丸々3週間かかりました。なんか前の卓章が1週間だったんで、ラマちゃん2週間ぐらいでできるかなと思ったんですけど、甘かったです。正直久々の造形すぎて、最初の方を型紙作業とか、このどうやってここの差を造形していくとか、あとここの箱組みの角度を合わせてどうやってこのボードの厚みを見せないようにするかとか、すごい悩んで、すごい時間かかっちゃったりしたんですけど、徐々にやっていくうちでちょっと調子を取り戻して、ここら辺とかうまくいって、さすが私って感じですね。ただここの円というか、車輪の丸いところとかって単純な形がゆえにごまかしが効かないんですけど、丸いところ1個2個で車輪の3個4個4つ作ったんで、もう最後の4つ目ぐらいになると結構コツをつかんで、ここよりもうまく作れるここの丸い部分って実は
この塩ビパイプに対して斜めになっちゃってるんで隙間ができちゃって、結局ネオジム磁石あんまり意味ないんですよね。ないよりマシかなっていう感じで、結構カコカコしちゃったんで、塩ビとソケットの中にちっちゃく切った両面テープを貼ってちょっとペタペタさせて固定してます。なのでこうやって振っても取れはしないんですけど、それがないとボンって取れちゃって、ちょっとまだ首が座ってないラマちゃんだなっていう感じでした。で、塗装前に下地を計8回やったことによってたっぷり土日2日かかっちゃったんですけど、他の造形に使うウレタンに比べたらこの今回のサンペルカってあんまり塗装に向いてない気がするんですね。ただ切ったり削ったりが格段に他のボードに比べてやりやすいので、私は塗装するものでも、下地にすごい時間かかっちゃったとしてもサンペルカを使いたいなとは思ってます。あと私今回マジでエアブラシ使いたかったんですよ。エアブラシとファレフをすごい使いたくて、大きいものを塗って作りたかった。そしてこの楽しそうな色を塗りたかった。塗るのすっごい楽しかったです。ピンク、ブルー、そしてミントグリーンみたいなのもめちゃめちゃ好きな色。かわいい。で、下地作業なんですけど、これってこの造形に関わらず下地作業を洗うものは下地作業に泣くと思っていて、下地プライマーをきちんとしないとその後の塗装があんまりうまくいかない気がするんですね、私の経験上。なので下地をしっかりすればするほど出来栄えが綺麗になるんじゃないかっていうおまじないで計8回、もういいかなと思った後にあともう1回おまじないとしておまけで塗る。それでこんな感じで結構もうすごいツヤツヤになったと思います。よく見ると気泡とか埋められてないんですけど、上等かなっていう感じです。下地を8回やったのでそこそこ綺麗な塗装になってると思います。で、塗装なんですけど、今回結構このラメで良かったなと本当思っていて、それぞれの色のラメを塗ってるんで反射する光がそれぞれの色なんですよね。なので近くで見てもすっごい可愛いです。で、ボードは卓上の時に大量に買ったサンペルカを使ってるんですけど、狭い部屋に置き場所が圧迫してきちゃったんですね。なので今回は節約せずもうたっぷりふんだんに贅沢に使おうと思って作ったんですけど、なくなっちゃったんでまた買い直して結局また圧迫してます。なのでまた近々何か作ります。はい、こんな感じで今回は造形レインボースマッシュを作りました。チャンネル登録、高評価よかったらよろしくお願いします。次は多分衣装と軽い造形です。8月から始めて約4ヶ月間本当に、登録していただいたり視聴していただいたり高評価コメントくださったり本当にありがとうございました。今年もお世話になりました。来年はもう少し更新頻度を上げられたらいいなと思ってます。ちょっとずつ編集のやり方とかもコツをつかんでちょっとずつ早くなってる気はするので、今月に1本なんですけど、来年は3週間に1本ぐらい出せたらいいかなと思ってます。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、良いお年を。